ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー。バブルンだよ。今、開発中の新作、パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなに、ゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。今回はプランナーのお仕事についてインタビューするよ。今回のゲストは、僕も初めましてなこの方。はじめましてバブルン。はじめまして。株式会社台東のプランナー、岡部です。まず最初に、プランナーってどんなお仕事なの？プランナーっていうのは、サッカーに例えさせてもらえるなら、ミッドフィルダー的な役割かなと思っています。ミッドフィルダーっていうのは攻撃をしたり、守備をしたり、サッカーの中でも中盤にいるポジションになると思うんですね。そういったところの面でプランナーと共通するところが多いかなと思っています。プランナーもアートさんやプログラマーさんとの橋渡しはもちろん、自分で仕様を考えたり作ったりするっていうところもあるので、中間にいる、いろいろやらないといけないっていうところではすごく似ているかなと思っています。サッカーのミッドフィルダーか。ミッドフィルダーって役割が多そうなイメージだけど、具体的にはどんなことをしてるの？僕の仕事としましては、仕様書と呼ばれるゲームの設計書、指示書みたいなものを作るのがメインのお仕事になっています。仕様はゲームの遊び方ですとか、画面の設計、画面遷移、キーコンフィング、演出、テキストなどなど、本当にゲームに必要なものをいろいろと作っていくようなお仕事になっています。その中で、どういう実装にしていくかっていうのをプログラマーさんだとかアートさんだとかと話して、演出、プログラム内容とかを決めていくといったような形になっています。やることが多すぎて大変そう。会社によってもチームによっても違うことがあるんですけれども、プランナーがレベルデザインをやったり、シナリオを書いたり、施策を考えたりっていうところもあるので、本当に幅広くやっていくお仕事になるのかなっていう印象ですね。で、エブリバブルではもう動画で出てきている伊予正さんとかがレベルデザインですとかシナリオを担当してくれています。いろんなことをとにかく企画して考えていったり、プログラマーさんやアートさんに実際に作ってもらうようやり取りしていくのがプランナーさんってことなんだね。まさにミッドフィルダーって感じだ。いろいろやることが多そうだけど、プランナーのお仕事はどんなところが楽しいの？ちょっと子供っぽい言い方にもなってしまうんですけれども、毎日が学校祭っていうイメージで僕は働いています。学校祭？学校祭っていうのは、日本の学校の場合なんですけれど、ダンスの練習をしたり、オブジェクトを作ったりするんですけれども、その時にクラスメイトと一緒に考えたり、悩んだり、揉めたりしながら完成に近づけていって、で、そこで発表してっていう感覚になってくると思うんですけど、それに近いかなと思っています。とっても楽しそう。そんな中でやっぱりいろんなことを考えて、いろんな人とディスカッションして決めて完成させてっていう、最終的にはそれで人に喜んでもらうっていうこの一連の作業工程っていうのが非常に楽しいところかなと思っています。お祭りをチームメンバーと協力して作り上げていくのはワクワクするよね。出来上がったもので人が喜んでもらえるなんて素敵なお仕事だな。それじゃあプランナーのお仕事で大変なことってどんなこと？それで言うとやっぱり売れなかったり厳しいご意見を頂戴する時が一番大変かなと思っています。当然、僕たちはお客様に喜んでもらいたくて、で楽しんでもらいたくていろいろな仕様や企画を考えているわけなんですけれども、売れなかったり、厳しいご意見をいただいたっていう時はやっぱりそれができなかったっていう一つの結果でもあるので、そこのところは真摯に受け止めないといけないかなっていうところになります。ただ私たちもね、もちろんお客様の期待に応えられるように、喜んでもらえるように日々精進しているので、精一杯作っていくっていうところはもちろん変わらないんですけれども、はい。そっか。遊んでくれる人に喜んでもらえるように作ってるのに、喜んでもらえないと悲しくなっちゃうよね。プランナーさんのお仕事で一番大切だなって思うことって何？やっぱり人を喜ばせたい心かなと思っています。
ゲームの仕様も設計も企画も全てお客様に喜んでもらえるかどうかっていうのを軸に制作を進めてまいりますので、やっぱり喜ばせたい心がないとそうした話し合いはできないのかなと思っています。大変なことにもつながってるけど、人を喜ばせたいって気持ちが中心にあるんだね。そうですね。プランナーってワクワクが多そうなお仕事だけど、どんな勉強をすればそのお仕事ができるの？勉強っていうところで言うと、最低限の一般教養っていうのはもちろん必要になってくるのかなと。ただ個人的には人に対してたくさんものを作っていくっていうことが一番重要じゃないかなと思っています。ビデオゲームだけじゃなくてもアプリのゲームとかアナログなゲーム、雑誌、漫画、それこそお菓子だとか誕生パーティーのイベントを企画するなどでもいいですし、今バブルンがやってくれてるような YouTube をやるなどでも非常にいいかなと思っています。そうなの？そこの理由っていうのが、やはり何か作って人にね、物を届けるっていうことでいろいろなことが分かりますし、感じることも出てくるので、そういった経験っていうのを積んでいくのが一番大事なんじゃないかなと思っています。これが一人だけじゃなくてもチームの中でも経験していけれるとよりいいのかなとも思います。勉強だけじゃなくて人に喜んでもらえるように物を作るってことだね。YouTuber をやってる僕なら将来プランナーさんになれるかも。パズルボブルエブリバブルではどんなお仕事をしているの？エブリバブルではアウトゲームと呼ばれる、パズル以外の部分を担当を主にしていて、あとパズルボブル VS インベーダーも担当していました。パズル以外の部分ってどういうところなの？例えばストーリーを進めるとキャラクターがどんどん増えていくんですけれども、それをどういう順番で出していくかとか、どこで演出を入れるかなどを決めたりしていますね。また詳細は今後発表予定なんですけれども、ゲームをやり込んだ際に遊んでくれた皆様に楽しんでもらえるような要素とかも考えたりしていました。ゲームを楽しめる要素っていくつもあるんだね。そうですそうです。エブリバブルにはどんな楽しい仕掛けがあるのかワクワクしちゃう。おかきさんの今回のエブリバブルでのこだわりポイントを教えて。2つ一応ありまして、エブリバブルはいろいろな要素が入っているゲームになっていますので、そこをまとめるのが少し大変でしたね。ふむふむ。大変だったので、アートさんやプログラマーさんの力も当然借りながら、お客様が混乱しないように、グルーピングしたりだとか見せる要素を整えたりなどをしたのが、一つこだわったところかなと思っています。例えば見せる要素ってどんなところを整えたりしてたの？キャラクターの選択画面がいい例かなと思っています。今回操作するメインキャラクターとメインキャラクターの横にいるバブルを渡すキャラクターもいるんですけれども、そういった感じでいろいろと選択できたりするんですけれども、それをじゃあどういうふうに選択していただこうかだとか、どういうふうに表示しようかっていうのをアートさんとかとも何回か案を重ねて決めたところになっています。選択画面だけでもたくさんの話し合いが重ねられてたんだね。もう一つのこだわりポイントは？インゲームのテストプレイを何回もプレイして意見を言わさせてもらったところかなと思っています。当然これ当たり前の話なんですけれども、最初よりも遊びやすくなりましたし、ここもきちんとどういった人がどういうふうに遊んでもらえるのかっていうところを意識していますので、お客様にもそれが体感できたりですとか伝われば嬉しいなと思っております。実際の制作や調整などはもう伊予正さんがもうめちゃめちゃ頑張ってしていただいたので、僕なんて言うだけだったんですけれども、なのでそういったところで伊予正さんの頑張りにも注目していただければなと思っています。伊予正さんがレベルデザイナーとして作ってたステージをたくさんテストプレイをしてたのがおかきさんだったんだね。そうですそうです。それじゃあこんなところが難しかったよってところはどんなところ？これはエブリバブルにも限らないことなんですけれども、開発期間ですとか機能面、実装面でどうしても取捨選択っていうのが出てきてしまいますので、そういったところの判断っていうのがいつも難しいところかなと思います。
開発陣でも当然ここをこうしたいだとか、この方がお客様には伝わるよっていうところは結構多かったんですけれども、やっぱりそれが全部きちんと、解決できるのがね本当に一番いいんですけれども、そうもいかないところがあったのが少しちょっと歯がゆいところもあったかなと。そっか、こうしたいって思っていても実際にゲームに反映できないこともあるんだね。大人の事情ってやつ？そうですね。おかきさんから見てエブリバブルはどんなゲーム？エブリバブルは本当に楽しみ方がいろいろとあって長く遊べるゲームじゃないかなと思っています。当然多人数プレイっていうところも魅力の一つにはなっているんですけれども、今回はそのモード一つとっても遊び方が多いかなと思っています。例えばストーリーモードであれば少ない手数で打つとか、早い時間でクリアするとか、スコアを稼ぐとかっていう遊びを別々で立ててやることもできるんですね。これだけで3つ同じ中でも遊ぶことができるので、非常に遊びの幅があるゲームじゃないかなと。他にもローカル対戦ですとか、オンライン対戦とか、合言葉マッチングとかでは色数を変えて遊ぶこともできるんですね。で、開発ではこれがすごく盛り上がりました。特に色数を少なくして遊ぶ遊びは本当に体感変わるので、皆様もリリースされてから遊んでいただけるとすごくいいのかなと思っています。こういったみんなでルールを変えて遊べばもっと多彩に遊べるようなゲームになっているので、本当によくできたいいゲームになっていると思っています。ルールの変更はこの前公開したオンライン対戦の動画でも試したけど、スピード勝負になったりめちゃくちゃ頭使ったりとプレイスタイルが変化して楽しかったね。いろんな楽しみ方ができそうだなって思ったよ。最後に見てくれているみんなへのメッセージをお願い。開発は最後の磨く部分に入ってきています。何か大きな問題が起こらない限りは5月24日にお届けできるかなと思っています。私たちもパズルボブルの新作を皆様にお届けできることを楽しみにしておりますので、皆様もどうか楽しみにお待ちいただければなと思っております。予定通りのスケジュールでみんなに楽しんでもらえるよう、開発スタッフのみんなが今頑張ってくれてるもんね。みんな楽しみにしててね。こっそりエブリバブルについての小ネタを教えて。ストーリーモードを進めると何かが手に入るかも。何かって何？